皆さんこんにちは。あずきニットです。春夏の糸で編むカーディ、今回は袖の編み方から仕上げの方法までのご紹介になります。どうぞよろしくお願いいたします。それではこちらの袖から編んでいきたいと思います。スタートします。長々編みの中央部分にオレンジの印を入れておきました。作り目のところずっと行った先、こちらに印を入れます。で、出だしはここになります。続けてこちらも拾い目しますので、印を入れとくといいと思います。のマーカーまでを拾い目し、オレンジの部分は見ません。緑のところから緑のところまでを拾い目していきます。で、往復編みをしていきます。で、オレンジの高さまで編めましたら、ぐるぐるっと一周して編んでいこうと思います。それではここに糸をつけて編んでいきましょう。ここの長編みの頭部分、ここに針を入れます。そして糸をつけます。糸をつけて立ち上がり1目を編みましたら、細編みを編みます。長編み部分には基本頭部分に1目とお腹の部分に2目を入れようかなと思います。ですからこちらに2目の細編みを編みました。編み始めのところね、印入れときます。3目編みましたよ。長編みの頭部分と今鎖の3目目のところですね。ここにまず細編みを1個編みます。鎖3目は長編みと同じ扱いですから、この中に2つの細編みを編んで編みくるむ感じで側に編むって言いますけど、側に2目編みます。これで長編み部分から3目3目で6目拾ったことになります。長編みの時はまず私は頭のところに1目入れまして、長編みの時ってこの中今2目編んだじゃないですか。それを長編みの時は3目編むっていう風な、そんなような決まりにしてみて編んでみようかなと思ってます。お腹に3つ編むことにします。この大きい模様のところが長編みのところでしたよ。頭に1目と中に3つ編みました。この下にね、細編み編んだりなんかしてた段があったと思うんです。なのでここに1つ細編み段があるので、ここにも1つ細編みを入れます。ここまでの段階で1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11目編んだことになりますよ。でまたね、同じパターンで私は拾い目をすることにしました。ここのところは長編みでしたね。ですからこの長編みの頭部分のここにまず1つ入れたら、お腹のとこには3目を入れることにしました。1個2個3個、そしてこの下に細編み編んだり長編み編んだりっていう作業をここしたところなんで、長編みと別の段なので1個だけ細編みを編みますよ。はい。ですからここまでの段階で何目編んだかっていうと、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16目編みました。1模様で16目編んでます。2模様目いきます。同じようにここの出だしと同じように、まずね、長編みの頭のとこに1目編みますね。そしたら長編みのお腹部分からは2つの細編みを編むことにしました。長編みの頭部分と同じところに編んだこととします。お腹部分に2つの細編みを編むというふうに考えて編んできてます。編み始めはここになります。はい、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16目、1模様からは16目拾ってます。
2模様目からも16目拾うことにします。同じパターンで拾いますけど、もう一度、一緒にやっていきましょうかね。長編みの2列からは6目拾いましたよ。次のここのね、長々編みの段に行きます。長々編みの段のところはこちらの頭部分ですね。ここに1つ入れることにしました。この真ん中のお腹部分には3目を入れたいと思います。長々編みと長々編みの間に1目細編みとか長編みとか編んだ段がありましたので、ここにもう1つ細編みを編みます。一番上のこの部分に1目、そしてお腹の部分から3つ編むことにしましたよ。終わったらね、ここに1段ありましたから1つ編みます。ここまでで1セットです。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16。気をつけてほしいのはね、こっからここまでとこっからここまでと同じ目数にしてほしいんですね。前半部分と後半部分と同じ目数にしてほしいので、そこだけね、気をつけてください。3模様目からも同じように16目拾ってきました。16×3 で何でしょう、サブ618の48目拾ったことになります。52目にしたいんですね。今48目拾ってきてますから、あと4目だけをこの中心までで突き進みたいと思ってます。まずここから1目編んで、これで49目ですね。50目です。で、ここで51目。ここだけ1目余分に編もうかなと思います。最後ね、目数合わせちょっとしました。ここでいつもだったら2目のところですね。2目のところから1個だけ余分に編みましたよ。ここまでの段階で全部で52目拾いました。はい、4つ長編みのところからこの、3模様目の後は4目を編んで52目を拾ってきましたよ。はい、後半部分も同じ目数を拾っていきたいと思います。後半の編み始めはここになりますよ。ここから編み始めます。で、最初はね、4目多く、目を1目多くして4目拾ってますので、1、2、3、4目拾いました。次からは普通のカウントをしていこうかなと思います。これで1目目です。まず、ここの段はね、細編み編んだり、長編み編んだりしてた段なので、1つ拾ってます。次は、こちらの長々編みを連続して編んでるところの段ですね。ここからはお腹部分から3回、細編みを編みます。そして、この長々編みの頭部分と同じこの鎖の目を割った感じのところに、この辺かなっていうところに私は1目編むことにしました。はい、でこの長々編み部分と長々編み部分の模様の間のここにも1目ね、細編みを編んだり長編みを編んだり鎖を編んだり長編みを編んだりっていうこの模様を編んだ段ですので、ここにも1つ細編みを編みます。次ね、ここの部分、長々編みの部分ですね。鎖4目で立ち上がったら部分になります。はい、ここの立ち上がりの最後ってこっち側になるんですよね。編み進みがね、こっちに進んでいるんですね、今ね。こっちに進んでるとこ広い目してるので、まずお腹部分に3つ細編みを入れます。お腹部分に入れてから長々編みの頭と同じ部分にだいたいこの辺かなっていうところに1つ入れましたから、長々編み部分からは4目細編みを拾ってます。長編みの時はまず先にお腹部分に2つ細編みを編んで、長編みの頭部分に1つ入れます。そうすると長編みの段から3つ拾ったことになります。はい。では次も長編みの段なので、ここもお腹部分から
鎖これ3目で立ち上がってるんですけどね、同じ扱いでお腹部分から2つ拾って、頭部分、長編みの頭部分の列のこの辺から1つを拾うことにしました。そしたら次ね、ここの間に細編み編んだり長編み編んだりっていうことをした段が隠れてるんですよ。見づらいですけどね。長編みと長々編みの間に一つの段が隠れてるんですね。見づらいけど。そこに、ここにも一つ細編みを編むことにしました。はい。で、次が長々編みの段です。お腹部分には3つの細編みを編むことにしました。頭部分には1つ細編みを編みます。はい、終わったらこのね、もう一段隠れた段、長編みの段があるので、ここに1つ編むことにしました。はい、で次長々編みの段ですね。鎖4目で立ち上がってる段になります。お腹部分に3回細編みを編んでいくことにしました。長々編みの頭部分、ここは鎖の目立ち上がったところなんですね。ここに1つ入れてます。お腹部分に広い目をしていこうかなと思います。お腹部分からは2つ編んで、頭部分からは1つ、お腹部分からは2つ編んで、頭部分からは1つ編むことにしましたよ。このような感じでここから広い目してきて16目を編めましたよ。それでは次1目目です。はい、編み始めに印を入れておくと分かりやすいです。16目拾ってます。はい、このような感じを参考になさって続きも編んで拾っていきたいと思います。全部で片っぽずつ、ここが4目拾ってますね。最後のここ片部分だけ4目ずつなんで、ここからカウントすると全部で52目拾うことになりますよ。はい、よかったらやってみてくださいね。このね、後ろ身ごろから52目、前身ごろから52目を拾うようにちょっとやってみてください。それでは2段目に行きたいと思います。立ち上がりをするときにここの隣のね、1個上のこちら、ここに隣に目ありますよね。ここにこの目ちょっと飛ばして、この隣のここに私は針を入れることにしました。そしてまたね、この後鎖を1つ編んでから、はい、またね、1個飛ばして、ここ飛ばして、次にここで、はい、引き抜くことにしましたよ。はい。はい。そうするとね、こうなんか、2目がなんか立ち上がったような感じのニュアンスになってません？はい。で、もう一回ね、ちょっと今度はまっすぐ鎖もせずに、ここに引き抜くことにしました。これでね、はい、3目立ち上がったのと同じような雰囲気になったかなと思いますので、このまんま、裏に返します。はい、不思議なことをしているでしょう。はい、ここの今のここの最初の目のところは立ち上がり3目と同じ扱いですので、この目には針は入れません。この次から編んでいきます。はい、長編みを編みますよ。はい、長編みを編みました。編み始めはここになります。はい、1目2目ですね。3目4目5目6目15、はい、16目、こ
ここまでで16目あるか確認なさってみてください。はい。ね、次もいきます。ここから数えて16目あるか数えながらね、こんな感じで長編みを拾っていくといいかなと思いますよ。3、4、11、12、13、14、15、16ですね。こんな感じでね、数数えながらね、全部をここまでを、長編みで編んでいきます。飛ばしますよ。前身ごろの51目目を編んでます。この次の最後の目は編まないで、ちょっとした工夫をして、剥ぐ手間をちょっとだけ省こうかなと思います。の隣のところに引き抜きをすることにしました。残り糸で引き抜きしまして、これ今まで編んでた糸こっちで待機してます。はい。今やった作業はこの編み始めのこの残ってる糸、この糸でこの隣の横の部分の目に針を入れて、そして引き出しただけです。から引き抜いたら短い方ね、引き抜いた一つだけ鎖編んで、そしてこの隣の目に針を入れます。はい。そして引き抜くことにしましたよ。はい。そしてそのまんままっすぐ最後隣の目に針を入れて引き出します。はい。これでこの目がここにありますね。はい。この目とこの目を次に編む長編みをドッキングさせたいかなと思うんですけど、このまんまね、この目は目を外してマーカーを付け替えます。編み始めの糸を利用して長編みを編んだのと同じ高さ分の鎖目を編んだことになります。こちらの目に針を入れて、そして今編んでマーカーをつけたところの目の中にかぎ針を入れて引き締めるだけです。ただ針を入れて引き締めるだけでつながります。この作業で閉じたり剥いだりする作業がちょっと楽になります。このような方法もありますので、皆さんにご紹介しました。普通に立ち上がり目を編みまして、糸を使って剥いでいく方が楽だなと思われる方は、好きなやり方で編んでみてください。たまにはね、こんな風にちょっと工夫しながら立ち上がってみるのはいかがでしょうか。このような感じで今一目立ち上がったんですけれど、次も隣の目のところに引き抜いてみようかなと思います。隣の目の頭に入れて糸を引いて引き出します。またそのまんま隣の長編みのところに針を入れます。はい、そしてただ引き抜くだけです。意外にね、簡単なんですよね。こういう風にすると、ちょこっとだけ剥ぐ手間が省けますので、このようなやり方を簡単だなと思われる方はちょっとチャレンジしてみるのはいかがでしょうか。よかったらやってみてください。これで一目編めたことになります。次の目は二目目になります。二目目の長編みになります。数の方は間違えないようにカウントしてみてください。はい、そしてね、ここの部分ちょっと空いてますよね。そこだけを残り糸の方で後ろから糸始末の感覚で閉じ針でかかっていく。このようなやり方で、綺麗に仕上がりますので、よかったかなと思います。はい、こんな感じで2本ずつね、裏からこう巻きかがり的な感じで、もう3回ぐらいやるともう必要ないですので、このような感じでかがって
そして糸始末をしたら糸をカットします。でここで糸をカットすれば出来上がりです。意外とね、綺麗にできますので、おすすめしたいかなと思います。はい、こんな風な感じで工夫して皆さんも編んでみてください。はい。はい。こちらも前段と同じ目数を編んできてます。はい。で、ここ最後のとこですね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14目編んできました。ここも16目までですので、こちらで15目目。最後ね、1目ね、16目目を編むところになります。はい。16目目がね、ここになりますね。引き抜きして立ち上がり編んだりしましたね。ここが、16目目のところになります。はい。鎖目の穴が見えるんですよね。鎖の穴がここにあるんですよ。はい。ここに向かって針を入れて、はい。はい。こことね、ちょっと後ろ側、ここに向かって私は編むことにしましたよ。ここです。これで私は16目を、最後の16目目をこちらに編んでみました。はい、それでここがバッチリとつながることになります。はい。ここがね、編み始めの位置だったんですよ。なので、ここからここ全然開いたまんま、この最初の長編みのこのね、こっちも立ち上がり引き抜いたりしてた目がここにあるんですけど、ここですよ。ここに向かって針を入れて引き抜きます。はい。これなんとね、つながったんですよ。はい。はい、これでつながりました。はい、ではね、立ち上がって裏を向きます。はい、裏を向いたのも直接足元に細編みを編みます。細編みを編んでから、はい、1、2、3個飛ばしたところに長編みを編みますよ。はい、で1目鎖目を編んで長編みを編みます。はい、1、2、3、4、5目編んでから同じところに長編みを編みます。編んだら鎖を編んでまた長編みを編みます。はい、そしたら3目飛ばしたところに細編みを編みます。はい、また同じパターンですね。1、2、3個飛ばしたところに長編みを編みます。はい、1目立ち上がって長編みを編みます。そして1、2、3、4、5目編んだら長編みを編んで1目鎖目を編んでから長編みを編み、そして3目飛ばしたところに細編みを編みますよ。はい、はい、こんな感じでね、ぐるっと模様を編みますと全部で13個模様が入るかと思います。もしね、目が足りなくなったり目が多かったりしてしまう方は途中で長編み編む時にね、目を飛ばしたり減らしたり調整なさって、ぜひね13個の模様を編んでみてください。そうするとね、ぐるぐると往復で編んで袖を編むことができますよ。だったらチャレンジしてみてください。はい、それではちょっと飛ばしますね。はい、最後のところに来ました。はい、1、2、3個飛ばした。ちょうどね、ここに細編みがありますね。この細編みに引き抜きをします。
隣の目に引き抜きをします。はい。そして一つ編んでから隣の目に引き抜きをします。2つ2目立ち上がります。2目立ち上がりましたら表側に返します。糸をかけて入れて引っ張ってストップ。糸をかけて入れて引っ張ってストップしたら1個前まで持ってきます。鎖のこの1個前まで持ってきたらまとめて引きます。はい、これで変わり中長玉編みができました。1目編んだら変わり中長玉編みです。1、2、3回編んだら、はい、このようにしてこうですね。はい、こんな感じでね、同じような風合いのものができましたので、このまんま模様を編んでいこうと思います。2目編んだら細編み、2目編んだら変わり中長玉編みです。1、2、2、3回。終わったら1目編んでここに変わり中長編みです。2つ編んで細編みです。今までのねこの編み方と一緒ですのでこのまんまちょっと飛ばしますね。同じ編み方でいきたいと思います。ぐるっと編んできてます。はい、脇の下の方がね立ち上がったりひっくり返したりする場所になってます。ここね、はい、ここまで来ましたら2目鎖目を編んで先ほど玉編み編んだこう下ろしたところね、このこちらに針を入れてここが玉編みの頭でしょ。でその間にこう鎖が1個あってその隣の目上から見たらわかると思うんだけど玉編みの頭ってこれでその隣の鎖目はこれその隣のここですね、ここに向かってこう針を入れます。はい、こういう風に入れます。玉編みから3つ目のところですね。はい、ここに針を入れたら引き抜きます。はい、お袖の方7段目を編んできましたところになります。全部で13模様あります。この模様が13模様ありますよ。はい、それでは7段目の最後のところに来ました。ですので編み始めのところに引き抜きをしたいと思います。この前のこの2本の下に針を通します。ここですよ、ここ。はい、ここで引き抜きます。はい、今ですね往復編みをしてますので今こう来ましたから立ち上がったら逆進しますよ。いいですか、いきますよ。まず3目立ち上がります。1、2、3目裏側を向きます。そうしましたらね、今までと同じようにね、この模様2つ分終わりましたら長編みですので同じように編んでいきますよ。はい、この中に2目の長編みを入れます。はい、1回目、はい、2回目、はい、2目入れましたね。そうしましたら次はここの細編みのところに長編みを1目編みます。はい、次のこちらのスペース、こちらのスペースにも2本の長編みを入れますよ。糸をかけてから2本ずつ引き抜いて長編みでしたね。もう1個長編みを編みます。はい、こんな感じで編んできましたらここに変わり玉編みが出てきました。はい、変わり中長玉編みの頭は、よくわからなかったらねこっち上を見るとねわかりますよ。変わり中長玉編みの、
頭っていうのはこちらになります。この2本下の部分に糸をかけてから入れて、そして引っ張ってストップ。2本ずつ糸を引いていきますよ。はい。これが終わったらね、ここにもね、一目鎖目がありましたので、ここに忘れずに長編みを編んでくださいね。はい。このようにして前段の一目に一目ずつ編んでいきますと、全体でぐるっと回ってきましたら104目あると思います。はい。それではぐるっといきますよ。はい。9段目の長編みを編んできました。はい。そして、最初のね、目に引き抜き編みをします。鎖3目目のところに針を入れて引き抜きます。はい。引き抜きましたら、ここで一目隣の目にもう一度引き抜きをしますよ。はい。そして立ち上がりを編み、裏に返します。はい。はい。それでは10段目に行きます。はい。10段目は足元に細編みを編みます。はい。足元に編みますね。はい。そしたらここに印をつけておきます。ここが10段目の編み始めになりますよ。はい。それでは、3目飛ばしたところに長編みを編みます。はい、鎖を1目編んで長編みを編みます。はい、5目の鎖目を編んだら同じところに長編みを編みます。また1目鎖目を編んで長編みを編みます。はい、また3つ飛ばしたところに細編みを編みます。はい。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13模様が編めました。はい。そうしましたら最初のね、この印を入れたところに針を入れて引き抜きをします。はい。このような感じで引き抜きをしました。はい。この後で立ち上がるために、こちらにまず一度引き抜きをします。はい。で、鎖編みを1回し、また次のここに引き抜きをしました。2つで立ち上がります。鎖2目で立ち上がりましたら、表側に返します。1本の中長編みが編めた感じになりますので、残りの2本を編んで代わり中長玉編みっぽく仕上げたいと思います。糸をかけて引っ張ってストップ、糸をかけて引っ張ってストップし、1個手前まで持ってきてから切りました。はい。これで代わり中長編みっぽくなりましたね。はい。ここが最初の目になります。最初の目にマーカーを入れておきました。鎖を1目編みまして、こちらに向かって代わり中長玉編みですよ。で、こんな風にして、こことここ同じようなやり方で、模様をぐるぐるっと編んでいこうと思います。はい、お袖の方編んできてます。15段目に入るところになります。6回目の長編みが来た時に減らし目を行います。広い目のところからは長編みは104目拾ってます。で、次の段も104目で編んできました。こちらも全然減らし目はしてません。こちらも104目の長編みが拾えました。で、次も104目あります。同じようにまた104目分の13模様、8目 ×13 模様、13模様分の模様編みを2回行ってきたところです。袖を拾ってから5回目の1、2、3、4、5回目の長編みもやはりですね、減らし目をしてないので104目
ありました。6回目の長編みを編むときに減らし目をしようかなと思います。これも長編み1本と数えますと、5本目と6本目で減らし目をしたいと思います。これ2本目ですね。3本目、4本目、はい、5本目と6本目で2目一度をします。まずね、これをしますね。はい。こんな感じで途中まで編んでから全部引き抜くと、6本あった長編みが次の段を編むときはここは5目に変わってます。こんな感じで減らし目をしていこうかなと思います。まずね、5本目と6本目を長編み2目一度しました。そうしましたら次は6本目までいきます。1、2、3、4、5、はい、6本目を編むときに6目目と7目目を2目一度をしたいと思います。はい。こっからここまでのやり方を8回繰り返すと全部で2模様分が減り、全体で88目になります。よかったらやってみてくださいね。お印入れときますね。ここまでで1回パターンが終わりましたよ。まず1回目、2本目、3本目、4本、5本目の長編みを編むときに2目一度をします。5本目と6本目をこんな感じにして2目一度にします。これで1目減りました。この今5目目と6目目でやった作業を今度は6目目と7目目でしたいんですね。1、2、3、4、5本までは普通に1本ずつ編みます。5本まで普通に1本ずつ編んだら5本目、6本目と7本目をこのようにしてストップし、また次の目7本目とドッキングする。ここからここまでの作業を、8回しますと16目減ることになります。ので16目減りますと2模様分が減ります。今前の段でこの模様、こちらの模様が今まで13個分あった模様が次の段では11個の模様になる予定です。はい、右袖の方を、左袖と同じパターンで拾ってきてます。ですからここは104目あります。拾うときは同じように左袖と同じように細編みで拾ってきました。はい、不安な方は先ほどのところを見てください。で、同じように104目のパターンで、こちらの模様13個ずつ編めてきてます。ずっと104目ずつの長編みが続いてきました。5回目の長編みまでは減らし目をしてません。6回目の長編み、ここで今のパターンの減らし目をしました。こんなパターンで先ほどと同じ編み方をして減らし目をしてから拾い目をしますと、全体でこの模様が11模様になりました。次は10回目の長編みのところまで減目がないです。1、2、3、4、5、6、7、8、9、9回目の長編みまではこのまんまここね、11模様で目を拾いますと88目になってますから、88目を拾って繰り返して同じパターンで編んでください。そして下から数えて1、2、3、4、5、6、7、8、9、
10回目の長編みの時にまた再度減らし目をしました。よかったらね、こんな感じの減らし方もありますので、何かの参考にしてみてください。はい、それでは飛ばしますね。鎖3目のところで引き抜きをしました。で、立ち上がりを3目編みます。3目編んだら、この鎖3目を長編み1目とカウントしますと、2目目編んでね、そして3目目編みますでしょ。3目編んだら4目目と5目目を一緒に編むということをまずします。4目目と5目目を一緒に編みます。これが終わったら、今度は5目目と6目目を一緒に編むことをします。1、2、3、4つまで普通に編みましたら、5目目と6目目を2目一度することにしました。10回目の長編みでは88目あった目数を72目に減らす作業をしたいと思います。で、これでね、1セットなんです。この減らし方を続けて編んでいこうかなと思います。最初の3目は普通に長編みを編みます。4目目と5目目を2目一度することにしました。4目目と5目目、2目一度にしました。全部このやり方だと減らしすぎになっちゃうんでちょっと困るんですね。今度は4目を普通に編みます。4目は普通に編んで、5目目と6目目で2目一度することにしました。このパターンで減らしを行っていこうと思います。繰り返しで88目から72目にしていこうかなと思います。皆さんもよかったら何かの参考になさってくださいね。そうですね、現在この糸の玉数が18玉かかってます。ですからね、そんなにかかるのっていう方いらっしゃったら、半袖のところでね、長さここでやめるとか、皆さんのね、お手持ちの糸のね、玉数照らし合わせてお好きな長さでやめても大丈夫、切れますので、とっても可愛いデザインです。ここまででもね、可愛いんじゃないかなと思いますよ。この減らしの後の模様は全部で9模様になります。拾い方は今までと同じです。3つ飛ばしたところに長編みです。鎖を1つ編んで、長編みを編んで、鎖を5目編みます。同じところに長編みを編んで、1つ鎖目を編んで長編みです。で、ここの穴ね、長編みの数じゃなくて、この穴の数を3つ飛ばしたところに細編みを編みます。こんな感じになってます。6回目の長編みのところと10回目の長編みのところだけ減らし目を行いました。減らしの方法は先ほどご紹介した通りになります。こちらとこちらはこの模様、8目1模様の模様が13個ありました。こちらの6回目の長編みの時に減らし目を行って16目減らしましたので、2模様が減ってます。ですので、ここの8目1模様の模様はこちらとこちらは11模様で、長編みの数は88目になってます。10回目の長編みの時に減目をしましたら、こちらの模様、8目1模様の模様は全部で9模様ずつになってます。長編みの数は 9×8、72目の長編みが編めるかなといったところになるところです。この後、もう減目の作業はなくて、最終段は長編みだけで終わろうかなと思ってます。裾の方もね、長編み2段で、その後細編みもせず
縁回りも縁編みもしないでこのまま終わってます。これの方もね、この後72目を拾ってきましたら、次の段で表から長編みを編んで出来上がりとしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございます。よろしければ高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。あずきニットでした。また見てね。